エマを殺した犯人を決める裁判か。エマとレイヤが死に、そして私は容疑者として疑われている。絶望的、そう形容するにふさわしい状況だ。しかし諦めるわけにはいかない。必ずエマとレイヤを殺した人物を見つけ出してやる。それでは話し合いを始めましょうか。ちょっと待てよ。一体何について話し合うってんだよ。それはもちろん起きた殺人事件についてですよ。お二人の無念を晴らすためにも犯人を見つけないといけませんよね。殺人事件？アリサちゃんが言いたいのはさ、どっちを議論するかってことじゃないかな。死体は2つあるからさ。そうですね。まずは状況を整理しつつ分かりやすい方から議論していく形でいいんじゃないでしょうか。もしかしたら推理の過程でどちらの犯人も見つかるかもしれませんしね。もし見つからなかったら見つかるまで引き続き裁判を続けましょう。犯人を全て明らかにするまで議論を続けるんですよ。つっても何から話したらいいのか。じゃあまずおじさんが調べたことから言うよ。まずエマちゃんの死体の状況についてだよ。エマちゃんの死体はエレベーターの中で発見された。死因はおそらく2つの刺し傷。レイヤちゃんの持つレイピアで刺されたものだと思う。レイヤさんのレイピア？どうして？おじさんたちが乗った時には気づかなかったんだけど、エレベーターの床には少しだけ血痕を拭ったような形跡があったよ。いつ着いたのかは分かりませんね。エレベーターに乗った時注意して見ていたわけではないですし。妙な点としてはエマちゃんが演劇で使う衣装を着ていたことかな。死亡推定時刻はおそらく発見時から1時間以内。レイヤちゃんから教えてもらった聞きかじりの知識だから自信はないんだけど。そういや、桜庭の着てたあの舞台衣装アトリエにあったもんだよな。確か極長な死体発見の通知が来る15分前かそこらだったかな。その時にはまだアトリエにあの衣装があったはずだ。ならエマさんが殺されたのはその後かもしれませんね。そして次にレイヤちゃんの死体だけど、レイヤちゃんはエレベーターの天井裏で発見されたよ。後頭部には硬いもので殴られたような痕跡があった。おそらく死因はこれだね。劇の衣装の王冠をかぶっていたんだけど、これを使って殴ったような形跡はなかったかな。レイヤちゃんの死体も死後1時間以内みたいだ。もう一つ、エレベーター前には怪しい証拠がありましたわ。あれですね。怪しいか。こんな状況で顔色一つ変えねえ立花の方が怪しい気はするが。細かいことは気にしちゃダメですよ。いいから話を進めましょう。私が見つけたのはこれですわ。それははしごですね。それってはしごじゃなくて脚立じゃないかな。高いところに登るものなのは一緒です。本質を見ましょうよ、ミリアさん。どっちでも構いませんわ。これには発見時血痕もついていましたわ。つまりこの近くで何らかの犯行が行われていたということですね。死体が発見された現場はどちらもエレベーターの中。少なくともこの周辺で2人が殺されたことは間違いなさそうですね。うちはその辺にはいなかった。ずっと屋敷の中ぶらついてたんだからな。死体を見つけた時の話は聞いたが、そんなんおめえらの中で完結してる話だろ。うちは関係ねえ。事件に関われねえんだからな。
でもそれは逆に言えば目撃証言がないということでもあります。もう一度各自の動きも整理しておく必要がありますね。改めて説明すると、アリサちゃんが地上にいる間、おじさんたちはずっと地下にいたんだよ。でもその間、各自が思い思いに行動してたから、みんなにアリバイがあったとまでは言えない。残念ですが、レイヤさんもエマさんもいつから見ていないのかは分かりませんわ。おじさんたち4人は集合時間になっても2人が現れなかったから、先に帰ったんだと思ってエレベーターに乗ったんだ。あのエレベーターは2人乗りの人数制限がかけられています。でもあの時ブザーが鳴って、あれれ、動きませんね。もしかして故障ですの？どうやら1人ずつ行くしかないみたいですね。ハンナさん、お先にどうぞ。帰り道は1人ずつしか乗れなかったんですよね。そしてヒロちゃん以外のおじさんたちが登ってからエレベーターは地下に戻った。そして私の前でエレベーターの扉が開いた時、そこにはエマの死体があった。だがエレベーターは一人乗り制限。そのまま上に運ぶのは無理だ。だから私はそこで一旦現場の写真を撮り、エマを下ろして上へと向かった。そこで待っていた3人に事情を説明したんだ。本来あのエレベーターは2人まで乗れるものだ。よって犯人が天井裏に隠れているせいで1人分の重量が加算されて乗れなくなった。そう思って天井裏を確認した。するとそこにレイヤの死体があったんだ。なるほどな。だけどよ、単純に考えるなら犯人は最後に乗った二階堂。この考えで合ってるか？もちろんそれは否定させてもらう。最も怪しい容疑者だということは理解しているつもりだが、だからこそ私が拘束された。ならそれ前提で話させてもらおうか。誰が桜庭と蓮見の2人を殺したのかな。結局二階堂の前にエレベーターに乗ったのは誰なんだよ。おじさんになるのかな。でもその時は死体なんてなかったよ。上の階では私とシェリーさんがミリアさんが出てくるのを見ていましたわ。でもエレベーターの中にはエマさんの死体なんてありませんでしたけどね。エレベーターの中に隠れられるところもありませんでしたし。つまりおじさんは何もしてないってことだよ。じゃあやっぱり犯人は二階堂でしかねえだろ。エレベーターが下に降りてから二階堂が桜庭を殺した。もしくはあらかじめ殺していた死体を持ってきて見つけたふりをしたんだろ。それしか考えられねえじゃねえか。何が起こったのかを明らかにするには状況を整理する必要がある。一つ一つ可能性を潰し、その先にある真実を見つけるんだ。結局二階堂の前にエレベーターに乗ったのはおじさん。でもその時上の階では私とシェリー。でもエレベーターの中にはエレベーターの中に隠れられるところもありませんでしたし。正しくない。それはどうかな。確かにエレベーターの中に身を隠せるような場所はないかもしれないが、エレベーターの外、その頭上になら隠れる場所はあった。頭上、エレベーターの天井裏ですね。そうだ、シェリーが破壊した天井裏への入り口。そこに隠れられるようなスペースがあったのは間違いない。何せそこにはレイヤの死体があったのだから。そうなんですよ。あのスペースは怪しすぎますよね。だからこそあらかじめ調べておきましたよ。エレベーターの屋根裏とでも言うべきあの空間は地下とは逆にとっても蒸し暑い場所でした。犯人がその場所を利用したのは間違いないでしょう。何せいろいろな痕跡が残っていましたから。
エマさんの衣服や持っていた荷物、あとは血と見られる液体ですね。その他特に気になるものはありませんでした。これだけ証拠品が残っていますからね。犯人がそこにいた可能性はありそうです。犯人は天井裏にいた。本当にそうなのかな。と言いますと？おじさんが気になってることを話すね。ヒロちゃんが死体を発見した時、エレベーターは1人しか乗れなかったんだ。じゃないとヒロちゃんがエマちゃんを一度エレベーターから降ろす必要なんてなかったしね。つまり犯人がエレベーターに乗る余裕なんてなかったんだよ、重量的にね。犯人はおろか誰一人としてエレベーターに潜むことはできなかったということですね。そしてミリアさんとハンナさんと私の3人はあの時上の階でヒロさんが来るのを待っていました。そうですわ。上の階からエマさんをエレベーターに乗せることなんて到底無理ですわ。ミリアさんが降りてくる時もエレベーターの中に死体はありませんでしたしね。つまりエマさんは下の階からエレベーターに運び込まれたことになります。もし他に犯人がいるとしたらヒロさんが見ていないとおかしいんですよ。私一人だけが疑われている状況、風向きは良くない。けれど私はやっていない。なら誰かが嘘をついているか、もしくはまだ知らない情報があるかだ。ひとまず情報を集めるため些細な誤謬であっても指摘してみるべきか。ヒロちゃんが死体を発見した時、エレベーターが1人しかじゃないか。ヒロちゃんがエマちゃんを一度エレベーターから降ろす必要なんてなかったしね。つまり犯人がエレベーターに乗る余裕なんてなかったんだよ、重量的にね。犯人はおろか誰一人としてエレベーターに潜むことはできなかったということですね。正しくない。いいや、潜むことは可能だった。いや、むしろすでに潜んでいたと言うべきかな。もしかして。そう、そこにはレイヤがいた。死体としてだけどね。なるほど。確かにヒロさんの言っていることはごもっともです。ヒロさんが入る前にエマさんは死んでいた。よって犯人は同乗していたレイヤさんという推理ですね。私が殺していない以上、状況としてはレイヤが犯人と考えるのが自然だ。しかしだとしても不自然な点が存在する。それについて指摘すべきか、それとも。おじさん、思うんだ。もういいんじゃないかな。レイヤちゃんが犯人でさ。どうしてですか？だってこの中に仲間を2人も殺した人がいるなんて信じられないよ。それにさ、そうすればこれ以上誰か処刑されなくて済むよね。だって犯人なんていないんだからさ。これ以上誰かが死ぬなんて間違ってるよ。ミリアの言いたいこともわかる。レイヤが犯人だとすれば死人に口なし、私が処刑されなくて済むかもしれない。だがもしも別に真犯人がいた場合、それを取り逃がすことになる。レイヤは殺人犯の汚名を着せられて、それに2人を殺した犯人、魔女化している可能性は高い。その可能性を検討せず本当にいいのか。そうですね。では一度レイヤさんが犯人の説を検証してみるのもありかもしれませんね。それに仮にレイヤさんが犯人だった場合でもまだ解決されていない謎は残っています。それぐらいきっとおじさんが説明してみせるよ。殺人とか処刑とか、これ以上誰か死ぬなんてもう嫌なんだ。犯人がレイヤちゃんなら事件の説明はつくと思うんだ。例えば
エマちゃんが刺されていたのはレイヤちゃんのレイピアだよね。ならレイヤちゃんがエマちゃんを殺したと考えるのが一番自然だと思うよ。けどよ、それには避けて通れねえでけえ問題があるんじゃねえか。仮に蓮見のやつが桜庭を殺したとする。けどよ、じゃあその蓮見は一体誰が殺したってんだよ。確かにその点が一番のネックですね。やはりそうなるとヒロさんが殺したというのが本線になるかとは思いますが。私は殺していない。ヒロちゃんのこと信じてあげたっていいんじゃないかな。みんな仲間じゃないか。でも仮にレイヤさんがエマさんを殺したのだとすると、レイヤさんとエマさんが相打ちになったってことですの？確かにちょっと考えにくいとは思うけど、でも現場の状況から言って相打ちになった可能性がゼロとは言えないよ。エマちゃんがレイヤちゃんを殺して、そしてレイヤちゃんがエマちゃんを殺し返した。2人が同時に殺し合ってしまったせいで起きた事件だったんだよ。確かにそれなら成立するのかもしれませんわね。ミリアは犯人を見つけないつもりだ。仮に本当に犯人がいなかったのであれば何も問題はない。だがもし別に犯人がいるのであれば真犯人を見逃すということでもある。私が選ぶべき正しい道は。犯人がレイヤちゃんなら事件の説明はつくと思うんだ。例えばエマちゃんが先ならレイヤちゃんがエマちゃんけどよ。それに仮に蓮見のやつけどよ。じゃあ確かにその点がやはりそうなると私はヒロちゃんのことみんな仲でも仮にレイヤさんとエマさんが相打ちになったってことですの？確かにちょっと考えにくいとは思うけど、でも現場の状況から言って相打ちになった可能性がゼロとは言えないよ。正しくない。いいや、現場の状況はむしろ二人が相打ちであることを否定しているよ。どういうこと？二人の死因を見比べればわかる。エマの死因はレイヤのレイピアによるもの。しかも2回刺されていた。そしてレイヤの死因は後頭部からの一撃だ。仮に二人が戦って相打ちとなっていた場合、エマは正面から刺してきた相手の後頭部を殴ったことになる。あ、確かに不自然ですね。でもよ、桜庭が根性を見せた可能性だってあるんじゃねえか。桜庭が刺された後、蓮見が後ろ向いて油断したところを殴りかかった。桜庭が命がけで相打ちに持ち込んだ。これならどうだ？いいや、それも通らないよ。それはエマの死体の状況を見れば明らかだ。死体？2つ傷があることですか？そうだね。この2つの傷はあることを示している。それはこれだ。当然着替えたタイミングだ。いや、死体の状況からすると正確には着替えさせられたかな。着替えさせられた？そうだ、エマは服を着替えているが、元の服と劇の衣装には刺された時にできた穴が一つずつ開いている。つまり胸の傷と腹の傷は別々のタイミングで着替える前後で2回発生しているんだ。それじゃあ犯人は普段着のエマさんを1回刺した後、その後わざわざ衣装に着替えさせてもう一度刺した、そういうことですよね。そうなるな。つまりその間エマの服を着替えさせた犯人は元気に生きていたことになる。仮にレイヤが相打ちだった場合、後頭部を殴られ死にかけている状況でエマの服を着替えさせている暇なんてあるかな。なるほど、確かにちょっと考えにくいですね。犯人はエマさんの死後少なくともしばらくはピンピンしてないとおかしいです。でもエマちゃんが殺してなかったら、レイヤちゃんが一人で死んだなら成立するんじゃないかな。ほほう、興味深い説ですね。ではミリアさんの推理、
教えてください。任せて。みんなが納得する推理見せてあげるよ。きっと今回の事件の真犯人はレイヤちゃんだったんだ。レイヤちゃんはエマちゃんを殺した後、エレベーターの天井裏に登った。けれどその後事故が起きたんだよ。事故だ。何か重いものが落ちてきたとか、もしくは硬いものに頭をぶつけたとか。それでレイヤちゃんは後頭部を強打して事故死したんじゃないかな。桜庭を殺した後に蓮見は事故で死んだってことか。事故なら確かに辻褄は合うかもしれませんけど、ヒロさんが殺してないというのならそれしかありませんね。でも現場には頭をぶつけるものなんてありましたっけ？そうですわ。凶器になるようなもの見つかってませんわ。おめえの推理だと蓮見の頭をぶん殴った武器がどっかに消えちまったことになるけど、それでいいのか？それは状況によるんじゃないかな。高いところから落下したとか、急にエレベーターが上昇して頭をぶつけたとか。凶器が存在しなかったとしても頭を強打することは可能なはずだよ。あ、思いつきましたよ。例えば浮遊の魔法を使えば高いところまで持ち上げて落下し、なんてこともできるかもしれませんね。私そんなことしていませんわ。レイヤがエマを殺した後事故に遭ったというのがミリアの主張だ。偶然レイヤが死んだことになる。だがそんなことありえるのか？まずはレイヤの死んだ状況を整理してみるのがいいかもしれない。きっと今回の事件の真犯人はレイヤちゃんだったんだ。レイヤちゃんはエマちゃんを殺すけれど、その後事故。何か重いものが落ちてきた。それでレイヤちゃんが桜庭を殺した後に事故なら確かヒロさんも殺してないというでも現場には頭を。そうですわ。凶器になるようなもの見つかおめえの推理だと蓮見の頭をぶん殴った武器がどっかに消えちまったことになるけど、それでいいのか？異論はない。ああ、それで何も問題ない。ああ、どういうことだよ。現場から凶器は消えてしまった。それが正しいと言っているんだ。凶器が消失したこと、それを示す証拠がある。それはエレベーターの天井裏に存在した赤い液体。それが証拠だ。それって確か血液ですよね。周りに蝶が舞ってましたし。重要なのは、その血液が半透明になるまで薄まっていたことだ。それが意味するのは、ここにとある凶器があったということ。その凶器とは。これだ。氷だ。氷が凶器だと？そう。地下の冷凍室には氷の塊が転がっていた。エレベーターの中に持ち込むことも難しくはない。そして、エレベーターの天井裏の空間には、排熱の影響か、熱気がこもっていて高温の環境だ。そこに氷を放置すれば、短い時間で凶器を消し去ることができたんだよ。そうやって、殺人の痕跡は消されてしまったんだ。ならレイヤさんは氷で後頭部を殴られて殺されたってことですの？
なかなか古典的なトリックですね。でも確かにそう考えると、エレベーター裏の血液混じりの液体は説明できます。しかし、そうなるとヒロさんの疑いがより一層高まる気がしますね。そうだよ、ヒロちゃん。エレベーターの天井裏にはそんな氷の塊が落ちてきそうな場所なんてなかった。そうだね。つまりレイヤは他殺だったということだよ。ならエマちゃんが先に殺したのかも。それはありえませんよ、ミリアさん。エマさんは2回も深々と刺されていますし、それに着替えさせられてもいます。どちらの死体も他殺で、時間差も含めて相打ちの状況はありえません。これが示すこと、それはこの事件には2人以外の別の真犯人がいるということだ。まあ、レイヤさんがエマさんを殺してから真犯人に殺された。そんな連鎖殺人の可能性は否定できませんけどね。これが正しい道なのか、それはわからない。しかし今私が唯一できる2人への弔いは犯人を見つけることぐらいだ。どうして彼女たちが殺されなくてはいけなかったのか、それを明らかにしてみせる。他殺ね。けどよ、他殺なら二階堂にしか無理だってことで結論は出ただろう。確かその時誰もエレベーターは乗れなかったはずだ。エレベーターの人数制限ですね。ヒロさんの言葉が正しいなら、エレベーターの中には2人の死体が乗って地下に着いたことになります。その認識に相違はない。私のもとへ上の階からエレベーターが降りてきた時、レイヤの死体とエマの死体が乗っていた。2人の死体の体重が加算されていたことで、私が乗れば3人分。当然エレベーターは動かない。この問題を突破しない限り、私は最重要容疑者のままか。ふん、どうやらエレベーターの人数制限問題についてお困りのようですね。何か情報を持っているなら隠さずに話してくれると嬉しい。はい、実は極長さんに確認しておいたんです。あのエレベーターがどのように動いているのかを。そんな重要な情報を。どうして黙ってたんですの？まさかおめえ隠してたんじゃ。いえいえ、そんなことありませんよ。ただ単純に何も変わらないから話していなかっただけです。変わらない？はい。とはいえ、一応お話ししておいた方が良いかと。極長さんの話によれば、あのエレベーターはわざと多数が一度に乗れないように改造してあるそうです。何でも何かあった時のためのシステムだとかで。魔女の集団脱走でも想定していたのかな。まあ、極長さんから聞いたエレベーターの詳しいシステムについては省くんですが、私たちの体重だと誰が乗っても2人までなら動くというパラメーターに設定されていたようですね。局長は乙女の体重まで把握してらっしゃるんですの？ちなみに事件当時その設定がいじられていたなんて痕跡はないそうなので安心してください。まあつまりこれまでの情報とは何ら変わりないということです。エレベーターの広さに対して乗れる人数が少ないと思っていたが、意図的なものだったか。あと地下の冷凍室奥にある大扉についても開かれた形跡はないようです。なんでもあれが開くと大きな振動が牢屋敷全体を襲うんだとか。そういえばあの大扉は処刑台の保管庫につながっているそうですよ。結局何も変わらねえな。殺せたのは二階堂だけってことだろ。誰もエレベーターには乗れなかった。なら犯人は一人、最後まで地下にいたおめえだ。そんな、本当は犯人なんていないかもしれないのに。なあ、甘いこと言ってられるかよ。それとも何かそいつ以外に
うちらの中に犯人がいるっていうのかよ。それは違うって言うなら、うちらが納得するような反論してみせろよ。二階堂の話によれば、エレベーターの中には桜庭の死体が入って降りてきたってことだろ。で、エレベーターの上には蓮見の死体があった。ならその時点で二階堂の話は破綻してやがる。二階堂以外に犯人がエレベーターに乗ることはできなかったんだよ。それに上の階には3人が揃っていましたしね。うちがエレベーターに入ろうにも誰かが見ることになるはずだ。二階堂の証言でも誰かが乗れるような時間はなかったんだろう。なら犯人はどこにもいねえ。おめえ以外はな。死体発見の状況はアリサの説明する通りだ。だが私は殺していない。なら犯人は誰でどこにいたのか。その謎を解くにはもう少し状況を整理する必要があるか。二階堂の話によれば、エレベーターの中には桜庭の死体が入って降りてきたってことだろう。で、エレベーターの上には蓮見の死体があった。ならその時点で二階堂の話は破綻してやがる。二階堂以外に犯人がエレベーターに乗ることはできなかったんだよ。異論はない。その通りだよ。当然だろ。私が死体を発見した時、犯人は乗っていなかったんだ。バカにしてんのかてめえ。バカになんてしてはいないよ。大真面目に言ってるんだ。それ以外の可能性はない。私が証言できる現場の状況は2つの死体がそこにあったというだけだ。犯人を見たわけでも殺された瞬間を見たわけでもない。ならば犯人はそこにいなかったのは間違いない。少なくともエレベーターの中や天井裏にはね。レイヤとエマはあらかじめ殺されていたんだ。そしてその死体がエレベーターへと運ばれた。ただし犯人は直接運ばなかった。それなら私が見たことと何の矛盾もないはずだよ。何言ってんだてめえ。じゃあ何か死体が勝手に現れたとでも言うのかよ。上の階にも下の階にも誰かがいましたし、誰にも見つからずに乗り込むことはできませんよね。いや、できるはずだよ。死体が私たちに目撃されずエレベーターに乗り込む方法、それは単純な話だ。死体は最初からそこにいたんだ。そんなはずないよ。おじさんがエレベーターから降りた時、そこに死体がなかったのは上にいた3人が確認してるんだよ。いいや、確認してなんかいないよ。現にレイヤは天井裏で見つかっている。それは誰も天井裏までは確認していなかったはずだよ。ならそこに死体があった可能性はある。確かにそうだけど、でもそんな。気づいてますよね、ヒロさん。ヒロさんの推理には大きな問題があることを。ああ、その推理を通そうとするなら、しっかりバッチリ説明してもらいましょう。